1905年、アルベルト・アインシュタインは断言しました。相対性理論において、光速より速い物質はない。しかし、皆さんは宇宙には光を超える速度が存在すると言われていることをご存知でしょうか。こんにちは、花です。今回の動画では、現代物理学の基礎となっている相対性理論が覆るかもしれない光よりも速い存在について紹介します。そもそもですが、光速の定義から見ていきましょう。光速とは、光が波及する速さのことです。真空中における光速の値は、毎秒29万9792.458km と定義されています。秒速約30万 km と覚えておいてください。アルベルト・アインシュタインの相対性理論には、高速度不変の定理というものがあります。この理論と定理を定義するきっかけとなった有名な出来事があります。それは、アルベルト・アインシュタインが16歳の時のことです。当時通っていた学校の裏には丘がありました。そこで昼寝をしている時、アルバルト・アインシュタインはある不思議な夢を見たのです。それは自分が光の速さで光を追いかけるという夢だったんです。アインシュタインは目を覚ました後に、光の速さで光を追いかけたらどう見えるのだろうと疑問を持ったのです。この疑問が相対性理論誕生のきっかけとなり、現代物理学の基礎となっていくのです。それでは相対性理論の高速度不変の定理から説明していきましょう。例えばボールを投げると、ボールは宙を舞い空気中を進みます。風が吹けばボールは風の吹く方に流されます。光も同様に空気中を進みますが、風が吹いたとしても流されずに直進します。このことは宇宙でも同じことが言えます。実は宇宙にも風が吹いており、光が宇宙の風に当たるとボールと同じように流されるのではないかと思うかもしれません。しかし光はどれだけ強い宇宙の風にも流されずに直進できます。相対性理論によれば、時速60km で走る車から前方に向かって時速 40km でボールを投げたとします。するとボールの速さは時速 100km です。このボールを光に置き換えたとき、光の速さは光の速さに車の速さを足したものになるのではないかと思うかもしれないです。しかし光の場合、速度は変わりません。光の速度は常に一定であり、宇宙で最も速いものであり、光の速度を超えることは不可能であるというのが高速度不変の定理です。地球から月までの距離は約38万 4400km です。光は地球と月の間を片道約1秒かかり、往復約 2.5 秒で進みます。ですから我々が地球から見ている月は1秒前の月の光を見ていることになります。次に太陽から地球までの距離は1億4960万 km です。高速で約8分19秒かかる計算になります。しかしこの高速だとしても、他の惑星系に行くには数年かかります。別の銀河系となると数百万年もかかります。例えば最も近い太陽系外惑星のプロキシマ・ケンタウリ B までは 4.2 光年離れていますので、光の速さでも4年以上かかります。別の銀河、例えばアンドロメダ銀河は250万光年も離れており、光の速度で
250万年というとんでもない時間が必要です。それだけ宇宙は広い存在であって、宇宙規模で考えると光は遅い存在だとも言えるのです。これを踏まえた上で、光よりも速い存在を紹介しますね。一つ目は宇宙の膨張速度です。宇宙は膨張していると提唱する説があります。アメリカの天文学者のエドウィン・パウエル・ハッブルが提唱しました。皆さんはドップラー効果をご存知でしょうか？例えば、救急車のサイレンが鳴っているとします。この救急車が自分に近づくと音が高く聞こえます。逆に遠ざかると低く聞こえる現象のことです。なぜこのような現象が起こるのかというと、音は波であり、音源が動くと本来の音波の形が変わるのです。波の形が変わると音の高さが変わります。近づくと高く、遠ざかると低くなります。ドップラー効果は音だけでなく波全般に言えます。光にも音と同じく波長というものが存在しています。光を発している物体、つまり光源が遠くなると波長が長くなるため赤くなります。逆に光源が近づいてくれば波長が短くなるため青くなります。光源が遠ざかって赤に向かうことを赤方変異というのです。ハッブルは地球から遠く離れた銀河を毎日同じ場所で遠くの銀河から発せられる電磁波を観測していました。ある日、その電磁波の波の形がおかしなことに気がついたのです。それはほぼすべての銀河で赤方変異が観測されたということです。このことからハッブルは波の発生源である遠い銀河が動いていることを発見したんです。この赤方変異が他の銀河にも発生していることを確認しました。さらには距離が遠い銀河の方が赤方変異の量が多いというデータも確認することができました。この理由として考えたのが、銀河が離れているのではなく、宇宙が膨張しているのではないかということです。後にハッブルの法則として計算式を発表しました。ハッブルの法則とは、銀河同士の距離が大きくなればなるほど、距離に比例して離れる速度も大きくなる。つまり2倍離れている銀河は2倍の速度で離れていき、5倍離れている銀河なら5倍の速度で離れるということです。膨張する宇宙は距離に比例した速度で離れていく計算なので、距離が遠ければ遠いほど速度は速くなり、最終的に光速を超えたスピードでないと比例できないのです。比例した速度でなければ宇宙全体が同時に膨張することはできないです。ハッブルの法則から銀河同士の距離は正比例して大きくなることが明確になっています。宇宙は膨張し続けているから、比例した速度で離れることを考えると、ある地点を超えたところから光速を上回ります。また、この法則を使い、銀河が離れる速さを計算すると、明らかに光速を超えていることが分かりました。さらに、ハッブルは宇宙の膨張速度を求めることにも成功しています。宇宙の膨張速度をハッブルの式で求めると、最新の研究では宇宙の膨張速度は 67.36km 毎秒毎メガパーセクという結果が出ています。1メガパーセクとは約326万光年です。ちなみに約145.1億光年離れたところから宇宙の膨張速度が光速を上回る計算になります。
しかしながら、宇宙の膨張するスピードが光よりも速いという事実は、アインシュタインの相対性理論に反するものです。アインシュタインが光速を超えるものは存在しないと言ったのは、物体に適用されることであり、空間の膨張には当てはまらないと論の中に入っているのです。相対性理論では、固定空間内で質量を持つ物質が光よりも速く移動することはできないと言っています。つまり、空間内で物質が光速以上に動くことはありえないが、物体がある空間自体が光速以上で膨張することはありえるということです。このように考えることで、相対性理論と宇宙の膨張速度の計算、両方とも矛盾なく説明できます。そして、宇宙の膨張速度より速いもの、それがインフレーションです。インフレーション、初めて聞く言葉かもしれませんね。インフレーションとは、宇宙の誕生の頃起きた現象であると言われています。宇宙の膨張現象のことであり、宇宙が誕生した瞬間から10のマイナス44乗秒から10のマイナス33乗秒の間に起きたと考えられています。インフレーションが起きる前の宇宙の大きさは、原子よりも小さい10のマイナス34乗センチメートルしかなかったと言われています。それがインフレーションにより、宇宙の広さは直径1センチ以上まで大きくなったのです。この現象は直径1ミリの100分の1の大きさしかない玉が直径約1000億光年の観測可能な宇宙の大きさと同程度の玉まで膨張したのと比率的には同じになります。このことからおよそ10のマイナス33乗秒間で膨張したことがわかります。計算すると、この時の宇宙の膨張速度は光速のおよそ 3×10 の22乗倍にもなります。これはたった1秒間で10の15乗光年まで膨れ上がる計算です。確かにこの速さは光よりも圧倒的に速いです。他にも光よりも速いと言われているものがあります。それが量子のもつれです。量子とは何でしょうか。量子とはこの世界の小さなバグみたいなものです。この世界は基本的にニュートン力学などの物理原則がルールとして考えられています。しかしながら、この量子の世界ではそれが適用されないのです。量子力学と言われる特別なルールがあると考えています。量子のもつれを簡単に説明します。対になった量子はどれだけ離れていても、片方を確定した瞬間にもう片方の状態も自動的に決定されるということです。身近なもので例えると、コイントスをするとします。コインを投げてキャッチし、表を確認した瞬間に裏も自動的に決定するといった考えです。アインシュタインが残した名言に、神はサイコロを振らないという言葉があります。これはあらゆる物体も将来の挙動は最初から決まっているということです。要は量子のもつれを正面から否定しているのです。この発言に対して量子論を考えたデンマークの理論物理学者ニールス・ヘンリク・ダビド・ボーアは、神が何を注文をつけるべきではない、真っ向からアインシュタインと対立したんです。ボアの量子学は相対性理論を崩壊させかねない理論なんです。対になった量子は片方が決定した瞬間にもう片方が決定するといった高速を余裕で超える理論です。この量子の間には
電波やケーブルなどがあるわけでもなく、どれだけの距離であっても同時に確定されるという現象は、光速という次元ではない現象です。アインシュタインはこの確率論的な量子力学における考え方を最後まで認めませんでした。量子論は支離滅裂な考えを寄せ集めた妄想体系に見えると反発しました。結局、アインシュタインとボアの決着はつかないまま、互いの生涯を終えることになります。しかしながら現代では、アインシュタインが認めなかった量子はコンピューター技術に利用されており、アメリカの IBM や Google ではすでに実験的量子コンピューターを開発しています。といっても、実験の領域は出ておらず、量子を制御する技術でノーベル賞を受賞したセルジュ・アロシュが言うには、量子コンピューターは理論家にとっての夢だが、実験家にとっての悪夢だと発言しており、量子コンピューターは100年ではなく1000年かかるプロジェクトだという声も出ています。実用するにはまだまだ先の話であって不可能だとも言えるものです。最後にもう一つ、光よりも速いとされるものをご紹介します。それはタキオンです。タキオンは相対性理論に矛盾しない形で光速を超える存在として可能性が提唱されています。実は古くから研究が進められているものです。そしてタキオンが実際に存在していると驚くべきことは、理論上過去の自分に情報を送ることが可能になると言われていることです。しかし、その存在は確認されておらず、予言段階ということです。タキオン粒子とは、普通の物体と同じように移動速度は変化しますが、その速度が光速を下回ることはないとされています。要するに、どれだけ減速しても光速以下で進むことができないのです。これは普通の物質はエネルギーを与えれば与えるほど速度は上がります。しかし、タキオンの質量は虚数単位です。虚数とは2乗したときにマイナス1になる数を指します。虚数単位の質量を持つ基本粒子はエネルギーを与えると減速し、反対にエネルギーを失うと加速するという特異な性質を持っています。さらには理論的にはタキオン粒子のエネルギーがゼロになると無限大の速度で移動できると言われています。エネルギーがゼロになると宇宙の端から端まで一瞬で到達することが可能ということです。相対性理論によれば高速度は不変ですが、時間や空間は伸縮すると考えられています。なので、タキオン粒子の存在が実証されたら、理論上では過去に情報を送信できるということです。もう少しわかりやすく説明すると、速度が速い物体ほど、その時間の流れは遅くなります。高速で移動する物体は、傍らから見ると、時間がゆっくり進んでおり、移動者と観測者の間に時間差が生じます。さらにその速度が高速に近づくにつれて時間の進み方はゼロに等しくなります。まるで止まっているかのように見えるのです。例えば高速に近いスピードで移動する宇宙船の中で1年間過ごすとします。すると地球に戻った時には50年以上経過しているといった事態も理論上では可能になります。俗に浦島効果と呼ばれたりもします。タキオンの性質と浦島効果を利用すれば、理論上は過去に情報を届けることが可能です。具体的な方法があります。まず、地球から高速に近いスピードが出せる宇宙船で飛び立ちます。地球上で50年が経過した後に、この宇宙船を追いかける形でタキオンを使って情報を届けます。
光速以上の速さで移動するタキオンは宇宙船に追いつきますが、この時宇宙船の中ではまだ1年しか経過していないことになり、理論上宇宙船に乗っている人にとっては50年後の地球から情報が得られるということです。その後、宇宙船から地球へとタキオンを送り返すと、地球上でも未来の情報を得ることができるのです。理由は、宇宙船から見ると、地球は高速に近い速度で遠ざかっています。そのため、宇宙船側としては、地球上の時間の方がゆっくりと進行しているように見えます。なので、そのまま地球にタキオンを送り返すことにより、地球時間において情報を送信した時間よりも過去の地球にその情報が届くということです。しかし、現在のところタキオンが存在するという証拠はまだ見つかっていないのです。タキオンが実在するとすれば、それは大変興奮する出来事になります。科学者たちがタキオンについて研究を続ける背景には、そんな夢とロマンがあるのかもしれないですね。物理学者の多くはタキオンは存在しない、あるいは存在しても検出できないとの考えのようです。しかし、もしもタキオンが存在するならば、これまでの物理学の常識を覆すことになります。宇宙にはまだまだ謎がたくさんあります。このチャンネルでは宇宙や科学の神秘をお届けしていきます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。またあなたの思ったことや最新情報をコメントしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。